皆さんこんにちは、あかねです。今日はコーヒーの専門店で撮影した動画をシェアします。コーヒーに関する専門用語がたくさん出てくるので、コーヒーに興味がある人はぜひ最後まで見てください。まずはコーヒーを注文します。こんにちは。こんにちは。今日はどうされますか？店内で。そうですね、店内で。はい、わかりました。店内ですと、コーヒーカフェラテっていうのが一般的なところになるんですけど、それにですねペアリングセットっていう形で提供してます。じゃあ何かっていうと、選んでいただいたコーヒー豆や飲み方に合わせてドライフルーツ、チョコレート、焼き菓子を一緒に提供するというようなものになっております。はい、なので、コーヒー豆今日4種類ご用意してますので、それにその好きなコーヒー豆と合わせて、提供させていただきます。はい、どうしようかな。じゃあ、カフェラテのペアリングセットでお願いします。カフェラテのペアリングセット、はい、ホットで大丈夫ですか？はい、ありがとうございます。じゃあ豆がこちらの4種類で、その時々でコーヒー豆の種類もそのコーヒーの味わいも変わるんですけど、それをちょっと一つずつ説明していきますので、お好きなコーヒーをお選びください。はい、まずは、コロンビアのロスノガレスという農園のコーヒーです。こちらのコーヒーは、バランスの良さというのが特徴のコーヒーで、このちょっと口当たりはグレープフルーツピールと皮みたいなちょっと苦みと酸の質というのが感じられるんですけど、後味はちょっと蜂蜜に近いような柔らかい甘さというのが感じられます。カフェラテにするとそれがより柔らかい甘さの印象に、変わります。キャラメルのような優しい甘さの印象を感じられます。はい、あともう一つがエチオピアのグジ地区ハンベラという、地区のコーヒーですね。こちらはですね、爽やかな酸の質というのが特徴のコーヒーで、ミルクと合わせるとその酸の質というのもこちらも柔らかく感じられるんですが、後味はよりすっきりとした印象に変わります。はい、こんにちは。じゃあ、これでこちらで、お願いします。はい、かしこまりました。はい、じゃあお会計失礼いたします。はい、コロンビアロスノガレスのカフェラテで1045円です。はい、じゃあ1100円頂戴いたします。55円のお返しです。レシートご入り用ですか？お願いします。はい。じゃあご用意いたしますので、かけてお待ちください。ありがとうございます。はい、豆を用意して、ここから引いていきます。ここにホッパーに豆を入れると、ボタンを押せばもういい香りがしますね。そんな感じです。でそれを今度はエスプレッソを抽出していくんですけど、このポルタフィルターっていうこの粉を入れるですね、受けにこのさっき引いた粉を入れていきます。はい、でそれを指で垂らしていきます。こんな感じですね。はい。で最後このタンパーと呼ばれるもので、この平面を鳴らします。結構力入れるんですね。そうですね。10キロぐらいギュッと軽く体重入れるぐらいなんですけど、はい。でここから気圧がかかった10気圧のお湯が出てくるので、はめた状態でこのボタンを押すとエスプレッソが出てきます。で茶色い部分が出てる時は成分が出てる時、白い部分で揺れ始めるとその成分ができったっていう証拠なので、それで目で目視で止めるタイミングを見極めます。熟練の技が必要ですね。そうですね。それは飲んで確かめて、それで美味しいっていうポイントで止めるっていうのはちょっと繊細な作業かもしれないですね。はい。でこれでエスプレッソが、でその上に、温めたミルクを注いでいきます。はい。温めたミルクというのも、その水蒸気を入れて温めていくので、その表面に泡ができるんですね。その泡をきめ細かく回転で細かくすることによってこの食感
と、あとアートを作りやすくするっていうのが一つあります。はい、でこの水蒸気も出すので、長く時間かかっちゃうと水っぽいミルクになっちゃうので、なるべく効率よく短い時間でその目標の温度まで高めていくっていうのが、ここまで教えてもらっちゃって大丈夫ですか？大丈夫です。大丈夫です。皆さんに教えてるんで大丈夫です。そうなんですね。意外とこのスチームが結構難しいんですね。泡を入れたら、あとは回転させてこの泡を潰していくっていう作業ですね。泡ができるとこういうようなトロトロの泡に変わります。すごーい。わー、ありがとうございます。そんな感じです。はい。お待たせいたしました。はい。コロンビアロスノガレスのカフェラテです。はい。はい。本日ご用意したのがコーヒーのクッキーと黒糖のくるみ、オレンジのドライフルーツとリンゴのドライフルーツで合わせております。はい。はい。柔らかい甘さが特徴のカフェラテなので、それに合わせて今日はペアリングさせていただいております。しっかりどうぞ。ありがとうございます。優しい甘さとコーヒーの苦みも少し感じられるけど、すごく後味が良くてもう一度飲みたいと思うようなカフェラテです。はい、では、お店の方にインタビューしたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、では、バリスタになったきっかけを教えてください。はい、大学4年生の時にゼミの一コマで卒業生の方から話を聞くという機会がありまして、で、その時に、そのコーヒーで起業したという、先輩がいらしたんですね。で、その時にコーヒーで仕事ってなかなかイメージが僕は好きだったんですけど、なかなか仕事にするってイメージがなくて、それを本気で文化にするっていう方がいらっしゃったので、そこでちょっと触発されたっていうのがすごく大きいですね。で、そのスペシャルティーコーヒーっていうのが何ぞやっていうのは分からなかったんですけど、それを本気で文化にして価値としてそのお客様世の中を変えていくっていうふうに考えている方がいたので、それで、コーヒーの仕事に興味を持ったというところが一番ですね。はい。で、その後その時は就職決まっていたんですけど、1年半サラリーマンをした後にですね、何かやっぱりコーヒーのことが気になると思ってですね、実際その店舗に行ってみようということで、冬の寒い日に密宿の世田谷のお店に行ったんですけど、そこで飲んだカフェラテっていうのがまたですね、甘かったのと飲んだ後のこの心地よさっていうのがすごく素晴らしいコーヒーだったんですね。これはやっぱり大学の時に聞いた文化にするとか価値を伝えて世の中を変えるっていうところは本当にできる商材なんだなっていうのをそこで痛感して、で、バリスタっていう職業を目指そうというふうに思った次第です。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ次に聞きたいことなんですが、バリスタになる方法を教えてください。はい。実はバリスタって資格というものは特にはないので、一番手っ取り早い方法としては、もうそのお店の中に入ってですね、実際にコーヒーを入れるということがバリスタになるためには一番手っ取り早い方法かなというふうに思います。そうなんですね。じゃあバリスタになるための学校みたいなものはないんですか？一応専門学校というものはあります。はい。なので専門学校を通してバリスタのことを学ぶっていうのも一つ手ですし、でも実際に僕みたいに全く飲食未経験のところからコーヒー始めたっていう方も多くいるので、なのでどっちが自分にとっていいかっていうのはその人が選べばいいんですけど、はい、なので意外と簡単で、お店にも入って実際に、そこで修行をするというか技術を学ぶって方が早いかなというふうに思いますね。なるほど、なんか
資格とかがいるのかなって思ってたので、勉強になりました。ありがとうございます。じゃあ、最後にですね、近井さんにとってコーヒーとはどんなものですか？僕自身がその豊かさを感じたものなので、豊かさをこう伝えるツールかなというふうに思ってます。なので何かこう人同士ってなかなか分かり合えるのって難しいと思うんですけど、ただそのコーヒーを介することで、その人実はこう人同士だとつながらなかった人がつながる瞬間っていうのをたくさん目にしてきたんですね。なのでその豊かさ、コーヒーっていう豊かさを通じていろんな人とこうつながっていけるコーヒーっていうのはツールじゃないかなというふうには思っております。確かにそうですよね。ただこう飲み物を飲むっていうよりは、コーヒーを飲む場所をご提供してみんながつながっていけたらいいなって思いでお店をやられてるっていうことですよね。はい、わかりました。近井さん、今日はありがとうございました。でですね、こちらのザ・コーヒーのチャンネルもあるんですよね。あります。YouTube のチャンネル概要欄に貼っておきますので、コーヒーについてもっと知りたいとか、近井さんがどうやってバリスタになったっていうのも多分チャンネルの方にあると思うので、興味がある人は見てみてください。じゃあ今日はここまでです。ありがとうございました。